スカ愛がすごい。私アスカさんって言ってうん。触っちゃった。匂いがね、プンプンとね、すごいいい匂いがしてね。で、手に匂いがついてるわけですよ。私急いでそれハンカチにくっつけて、ハンカチの方川に直したんですけど、やっぱり匂い取れちゃって、すみません、なんかそりゃ話がそうですよね。使っちゃったっていうね。アスカの匂い。あ、そう。そういう。これがそのアルゼンチンのあれですか。そう、アルゼンチン人の彼というか男性がね、来てくれて。動画にあったプールはひろこさん家のプールですよね。あ、そうです。でも、あそこにいるお友達はもっとお金持ちもいるんですよね。みんなもっとお金持ちですよ。うちはペーペーですよ。ペーペーの意味知らんやろ。庶民に喧嘩売ってんのかと思ってました。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。2023年で、ヨーロッパ組は初ということになりますが、今年もよろしくお願いします。今回のテーマはこちら、2022年私のベストフード。2022年に食べた食事の中で一番美味しかったもの、あるいはですね、もう記憶に残っている食事、それをですね、皆さんにご紹介していただきたいと思います。ちなみにですね、この企画ですね、日本、アメリカ組でもちょっと1回すでにやってるんで、それをですね、皆さんにもちょっと見てもらいつつですね、ご感想いただければと思います。まずはこちらの動画ご覧ください。まずはゆうさん、あなたの2022年ベストフードを教えてください。ナマズ料理ですね。今、日本で大問題、環境の大問題を担っているのが、実はナマズが大繁殖して、なんとかナマズを、食べようっていうプロジェクトを今立ち上げていて、ナマズの、パーティーをやったんです。非常にね、美味しいナマズの料理の数々がね。いいな。あなたのいいな。カツオのたたきです。お取り寄せグルメの現地土佐で水揚げされてたたきの加工した美味しそうたたきなんですけど、これがねすごく美味しくて、炭火の香りもとってもいいんですけど、焼き目が薄いんですよ、この多田水産さんの。そうですよね。これがまた良くて絶妙です。では続いてシロニーさん、2022年あなたのベストフード教えてください。はい、私のベストフード、6月の16日、ピンポイントでしたね。私とダナさん、さよならディナー。すごいの来たね。じゃあね、バイバイ。はい、こういう企画なんですよ、今回は。皆さんの中の思いが詰まったベストな一食を今回はご紹介いただきたいと思います。それではまずはひろこさん、あなたのベストフード教えてください。ホームパーティーの時にアルゼンチン人に来てもらって、そこでアルゼンチン風のバーベキューをやってもらったんですね。やっぱり雰囲気も出るし、ボリュームもあるし、美味しかったので、その時の動画がありますので、ご覧ください。いいですね。ホームパーティーですか。はい。すごいですね。これ夏のやつですか。かわいいです。すごい。自前のハンバーガーみたいなことか。かわいい。あ、すごい。いいですね。あ、これがそのアルゼンチンのあれですか。アルゼンチン人の
彼というか男性がね、来てくれて。この方、料理人なんですか？そうですね、個人でこういうお仕事をしてるんですよ。ケータリングっていうのああ、ケータリングみたいなことケータリングでなんです自宅に行って、なんとか自宅のシェフ、入ってますよね。お家に来てもらって。プライベートシェフっていうのかな、わかんないけど。パーティーとか、すごいね。イベントとか。いいですね。動画にあったプールはひろこさん家のプールですよね。あ、そうです。でも、あそこにいるお友達はもっとお金持ちもいるんですよね。みんなもっとお金持ちですよ。うちはペーペーですよ。ペーペーの意味知らんやろ。庶民に喧嘩売ってんのかと思っちゃう。あの時のパーティーの主役がポルトリコに行っちゃうので、なんでポルトリコに行くかっていうと、お金があるから、ここにいると税金がすごい取られちゃうから、税金対策でポルトリコに行ったんですよ。で、彼女はポルトリコで学校を探しするのに、まず学校見学に行った時に親の車を全部チェックする。彼らよりも高いランクの車を買うために一応全部車をチェックするっていう。すごい人、本当に。彼女はね、もう面白いし、何でも欲しいと思ったら、どんな手を使ってでも手に入れちゃう人。すごいですね。参考までに。一つ整理すると、アルゼンチンバーベキューは何が特徴あるんですか？サルサソース、チミチュリソースっていうのが必ずあって、ソースをなしでは、バーベキューはお肉はいただけないみたいな。ちょっとスパイシーなやつですよね。チミチュリソース。これだ。すいません。どうしました？ごめん。大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫です。探し物してて、車をなんかカバーするなんかなんたらかんたらって言ってるから、そんなの知らないよって言って。すいません。後で揉めないでくださいよ。ミルクが切れたんかと思った。私の責任なんですよ。絶対私の責任。ひろこさん、強くなった私を言葉で見せなくてもいいですよね。はいって言っていただければ。はい、すいません。はい。チミチュリソース。はい。これ何が入ってるんですか？材料でニンニクとかオリーブオイル、それからとにかくいろんなハーブが入ってますよね。わあ、めっちゃ美味しそうだな。美味しそう、これは。焼き具合がいい感じや。これが結構定番だったりするんですね。そうですね。これなくしてはアルゼンチン風バーベキューはね、ないかなというぐらい。なるほど、なるほど。めちゃめちゃ美味しそうですね。ああいうハーブとニンニクとかそういうの大好きです。まあ、ミシェルはちょっと肉はあれだろうけど、ソースは知ってた？そういうソース、多分見たことないんですね。僕なんか全然知らなくて、いや、なんかいろんなものに合わせたら美味しそうかなって。ちなみにね、なんか調べたら、アルゼンチン人にとってチミチュリは友情を意味するらしくて。なんかイギリス人だったらなんかこう、パブでビールを飲むのみたいなのが、で、イタリア人だったらこうね、コーヒーとか、飲むのが友達同士のあれだけど、アルゼンチン人はチミチュリソースを食べ合うのが友情の証って書いてましたよ。ウィキペディアに。ひろこさんも知りませんでした？それが知らなかったですね。だから意外とそのさっきの、なんていうんですか、まあホームパーティーとかね、なんか大事な時にチミチュリソースっていうのがやっぱり、イベントとしてはポイントらしいですよ。いい情報だと。はい、わかりました。ありがとうございます。では続いてミシェル、あなたの2022年ベストフード教えてください。初めて一人で沖縄旅行行ってたんですよ。最初の食事は油脂豆腐そばのレシピがあって、友達に聞いたら、油脂豆腐は沖縄スタイルの豆腐なんですけれども、いい思い出でした。何？豆腐が上に乗ってて、下はうどんっていうか麺類みたいになってるの？これは。そうですね。ソーキそばですよね。ソーキそば。なんか全部レストランから作ってありますので、買ってるのことじゃなくて、全部豆腐から全部作ってるんだ。なんかすごい美味しそう。
豆腐は普通の豆腐なの？油脂豆腐というのは、まあ、もっと固めのタイプなんですけれども、特別な味をしますね。沖縄ってピーナッツの豆腐食べるじゃないですか。そうごまだね豆腐みたいな。ほら、ごま豆腐みたいな感じで、あピーナッツの豆腐名物ですよね、沖縄。その豆腐なんかな？違うかな？わからないんですね。で、使ってたら、多分説明してくれあ、そうやろね。けど、はい、普通の豆腐だと思います。大豆で。でも確かになんかごま豆腐みたいな感じのがあるんですね。沖縄の郷土料理なんですかね。こんな感じの。美味しいな。トロトロしてて。いや、すごい美味しそう、これはこれで。知らなかった。ね、ちなみにそういえば、ミシェルは今回初めて一人で旅行に行って、友達が沖縄にいてそこに遊びに行ったんだ。初めて一人で旅行してたので、友達いる場所に行った方がいいかな。でも、その時に連絡取ってなくて、で、サプライズで行ってたんですけれども、友達がホステルをやってるんですけれども、あれ、まあ、ホステルだったら絶対なんか予約したら友達いるじゃないと思って。だから、そう、秘密で、あれ、予約取って、で、それで行っちゃって、でもバレちゃったんですよ。なんか空港に着いて、で、その時に電話来たんですよ。あ、今日なんか大丈夫ですかとか、日本語大丈夫ですかって聞いて、まだわかんないの、私だよって。その時ね。その時まで友達知らなかったんだ、本当にじゃあ。そうですね。めっちゃ喜んだんじゃないの？楽しかったです。なんかドラマのワンシーンみたいな、なんかドラマの映画みたいなことになってんだけど。雑誌の表紙みたい。マンモホステルというところで、おー、すごい。すごいいいね。はい、こちらはリビングルームとキッチンですね。素敵。ショートステイのプランもあるんですけれども、まあなんか、3日間とか1週間とか予約できるんですけれども、長いのなんかプラン、ロングステイもできるね。何ヶ月とかのプランもあるんですけれども、それでなんかシェアハウスみたいの感じになってて、仕事をしたりして、ちょっとなんか青春しちゃってるな。いいな。楽しそう。うわー、かっこいい。ロングステイしたら本当にいい雰囲気だったし、みんな個人のなんか仕事をしながら、まあなんか沖縄の生活を楽しめますね。なるほど。新しい生活を作るためのなんかチャンスをあげたい人ですね。なるほど。いわゆる仕事的にはリモートワークみたいなのしちゃえばいいから、とりあえずここで住んじゃいなよみたいなこと？はい。行った時に一人は IT で働いてて、でもう一人はヨガのインストラクターなんですけれども、全部テレワークでやってたんですよ。なるほど。いやでも一回さ行っちゃうともうなんか帰りたくなくならなかった？結構自然も良かったし、でまあ東京と比べたら静かだし、と星もちゃんと綺麗に見えたから、いいね。ちょっと話聞いてるだけでいいね。そして豆腐そば食べてたわけね。わかりました。なんか空気が今ちょっと伝わってきましたよ。はい。ありがとうございます。では続いてあゆみさん、あなたの2022年ベストフード教えてください。ベストフードはウニです。ウニ大好きなんですけど、まあ、日本に帰ったら必ず食べるんですね。で、まあ、食べるときは大抵お寿司屋さんに行って食べるとかね、そんなんだったんですけど、ご飯をお家で食べようよってなったときに母親が買ってきてくれたんですよ。で、帰ったら、ちょっとあんた間違えてもうてんとかって言ってくるから、何を間違えたんとか言ったら、何を間違えたんですか？そうレシート持ってきて、これ一桁間違えてこうてもうてんって言って、持ってくるわけですよ。で、これが2000円と思ってたら、
2万円やったっていうふうえにね、えもうこんな間違いやったらもういつでも大歓迎やでって言って。みんな楽しすごいなお母さんもしかし、間違えましたって言わないんですね、それ。まあ、三重でしょうね。うん。すごいな綺麗でしょ。うん。高級寿司屋が置いてるよう、持ってるようなやつじゃないですか、これは。ちょっと木に入ったやつなんですね。そうですね。うん、高級感はやっぱありますね。ああ、いいですね、いいですね。あ、美味しそう。わさび醤油で。うん、わさび醤油で。いや、でも、母の愛ですね。うん。いや、もう、あゆみが帰ってくるから、なんか間違えちゃったけど、つって。そうですよ。お母さんバカだな、みたいな。嬉しくてしょうがない。うん。はい。ラッキーだ。でもあれですよね、アスカさんのツアーで戻ってった時に実家に寄ってったってことじゃないですか、これは。いや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 、家族に会いに日本に帰って、アスカに会ってきたっていう。どっちがついでなんだかって。あ、そうです。あ、家族がまだあってね。あ、そうですか。そうそう。まあまあ、ハーフハーフですよ。ハーフハーフだね。ハーフハーフだね。はいはいはい。で、そんな、日本に帰った際、さらに、食べたものがあるそうで。はい。日本に帰って、で、アスカを見に北海道に行ったんですけど、で、そこで食べた。ちょっと待ってください。アニさん。はい。はい。その前に大事なこと忘れてませんか？アスカさんを見に北海道に行く前に、一回福岡行ってませんか？あ、そうなんですよ。はい。そこからお願いします。アスカさんを見に、イギリスからまずどこに行きましたか？はい。今回、日本に帰ったのは、家族に会いに帰った。家族に会いに行きました。はい。家族に会いました。じゃあ、大阪行きました。初の、ディナーショーっていうのが、福岡であって、ディナーショーの初日が福岡で、行ってきました。はい。福岡行った。大阪から福岡飛んで。はい。ディナーショーね、最前列やったんですよ。お、すごい。それはディナーショー最前列。何や、偶然なの？思い出した。そう、テーブル3ってチケットに書いてたから、まあ、ディナーショー行ったことないからね。いろいろググってみたら、どうもこの行って分かれへん。で、まあ、着いたら、お席までご案内いたしますって言って、スタッフの人が言ってくれたら、どんどん近づいていくわけですよ。そうしたらもう、アスカのマイクのすぐそばのテーブルで、1、2、3でちょうど真ん中じゃんぐらいな感じじゃないですか、じゃあ、本当に。そう。で、アスカまで3メーター。しかも、出てくるときに、後ろから歩いて出てきて、会場の中をくぐって。はい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 。で、歌いながらしかも降りてきたわけですよ。で、私、アスカさんって言って、触っちゃったって、本当した。匂いがね、プンプンとね、すごいいい匂いがしてね。で、手に匂いがついてるわけですよ。急いでそれハンカチにくっつけて、ハンカチ畳んで、カバンに直したんですけど、やっぱり匂い取れちゃって、すいません、なんかそりゃそうですよね。買っちゃったっていうね。ね。何ですかそれ。同じ匂いってことですか？アスカの匂い。あ、そう。そういう、はい、そういう素晴らしい体験をしてきました。お値段いくらぐらいですか？2万円ぐらいとかですか？福岡は39,000円。うわ、39,000円。39,000円の握手。で、そこで食べたものはベストフードとして選ばずに北海道に行ったわけですね。食べへんから。あ、食べて、そうなんですか？豪華ディナー出てんじゃないですか？豪華ディナー出てましたけど、もう胸がいっぱいで。そういうことなんですね。食べてる場合じゃないから、味もよくわかんないぐらいの勢いだ。どんどんお酒も注いでくれるんですけど、そんな飲む場合じゃないから。そうなんだ。いや、なんかね、ベストフードっつってんだけど、アスカさんのそのディナーショーのメニューが全然出てこないから、あれあんま美味しくないのかなと思って。そこじゃないね。で、そんな体験をした後、北海道に行った。ようやく本題に入りますよ。そこから北海道ですね。同じ週に北海道に行って。福岡から
は北海道飛んで、前夜祭、ファンの友達とね、前夜祭をして、で、じゃあホテルに帰ったら、アスカのブログが飛んできて、で、ラーメン食べてきたって言って、ラーメンのアスカさんがラーメン食べたと、北海道で。お店ののれんがね、載せてあって、でもこれはちょっと調べてみようと思ったら、ホテルから15分のところやったんで、もうちょっと行っとかな。あかんやろ。これ、あゆみさんとしてはね、これ行かざるを得ないですよね。わざわざね、6000マイルの旅をしてきたわけなので。6000マイルの旅してるからね。逃されへんやろっていうことで行ってきたラーメン。アスカが食べたラーメンを私が翌日に食べた。もうやっぱりね、思いの桁が違いますね。アスカ愛がすごい。アスカ愛が、ここですか。ラーメン商用亭っていうんですかね。商用亭さん、はい。何ですか、これ。味噌ミルクチーズラーメンかな。なんか、濃厚な感じですね、かなり。はい。でもこれも、私、味噌ラーメンそもそも嫌いなんですよ。残念な話。嫌いだけど、アスカさんと同じやつってことなんですね。そう、だからもう食べた。まあ、美味しかったですけどね。美味しかったですか？席もアスカさんと同じとこっていうことですかね。これがアスカさんの席で、食べてたら、そのおかみさんが、なんか見てきはったんって言って声かけてくれて、そうなんですよってのどこに座らはりましたって聞いたら、あ、アスカねって言って、あなたの横に座ってたよって言って。で、ちょっと触っていいですかいろんなおっさんが座ってるよ、そしたらおかみさん、いいよ、座ってもって言うから、座らせてもらって、で、まあ、しばらく座らせてもらって。すごいね。アスカ愛がすごくて、食事の話が頭にこう残ってない状態なんだけど、サイドストーリーがね、大きいからね。サイドストーリーから。ちなみに、いつからファンなんですか？16歳かな。すごい。なんで、もう30数年で。30数年の愛。こんな移動してる人、あゆみさんがナンバーワンじゃないかと思うんだけどね。アスカさんを追いかけて、そこまでやってる人、多分、あゆみさんが一番じゃないかな。全員調べたわけじゃないけど、おそらく1位か2位じゃないですか。もう、ハンカチに匂いすりつけてしまうって。なんか、中学生、高校生みたいな感じ。そう。一歩間違えばね、妄想的な病気だけどね、正しい愛だっていうことで。はい、わかりました。ありがとうございます。